皆様こんにちは。前田コメ店の前田です。本日は神奈川県にあります夕日の家をご紹介していきたいと思います。2011年に竣工しまして、今年で10年が経ちました。今も現在2人のご夫婦がお住まいになられているついの住処になります。こちらの敷地はですね、割と住宅街になっています。で、西側が道路になっていまして、あと北側、東側、南側には家が建っています。こんな住宅街でですね、どんな開放的な家が出来上がったのかご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひご覧ください。ではまずどうぞ。この擁壁はですね、どうでしょうか。ちょっと普通の擁壁と違って少し模様が出ていると思います。この模様はですね、この擁壁を作る時にですね、内側に杉の板を張ってコンクリートを打ってその枠をばらすと、こういう風な模様がついてきます。普通のコンクリートの擁壁なんですけども、ちょっとこうやってテクスチャーが出てくることによって雰囲気が少し有機的になっていくのが特徴です。ここはですね、みんなこうちょっと擁壁がこう高くなっているんですけども、あんまりこう歩いてる人に対してなんかテクスチャーがあったが圧迫感がないかなということで、こんな状態になっています。では上行きます。門をですね入ると小さな庭があります。この庭がですね、帰ってきた時に、この門を入った時に自分の家に帰ってきたなと、そう思えるような居場所になっています。木もだんだんこう成長してくれたことによって、まだ少し見えますけどね、周りの家が、そんなに気にならないようなぐらいなんじゃないかなというふうに思います。この花はですね、奥様が好きでいつもやってるわけなんですけども、割とここに生えてる植栽もですね、当然ながら、いろいろ四季折々っていうところで気分によっても変わっていくというような感じになってますね。こちら側はですね、ちょっとした縁側がありまして、この、デッキなんですけど、こちらから見ると縁側っぽく見えるという感じですね。ここにちょっとお客さんがこう来るとですね、来客なんかがあるとここにこう座って、ここでこう会話をしてですね、ちょっとお茶でもこう出されて、こうお茶でも飲みながら向こうの緑と庭と山を眺めながらですね、ゆっくりしていくなんていう姿もよく見る光景となっていますね。なんかこうちょっと玄関脇に腰からけられるスペースがあるっていうのは、なんか便利だし豊かだなという感じがします。じゃあ中の方行ってみましょう。で、こちらは玄関なんですけども、玄関はですね、これはベイマツという素材でできています。ベイマツの特徴としては油分が多いっていうことと、目が積んでいるので丈夫というところですね。油分が多いと何でいいかっていうと、油なので水に強いということですね。で、表面はこうグレー色に焼けてくるんですけど、これは紫外線で焼けているだけで別にこう腐ってるわけではないので、そういったグレー色になるのがちょっと気になるなっていう方は避けられた方がいいと思いますし、木が好きな方なんかだと割とこのシルバーグレーになっていくのが好きっていう方も多かったりもします。ただ10年も経ってるのでね、割とこう経年してるという感じになります。では中をご案内させていただきます。どうぞ。階段がスッと上に向かって流れていくような構成になってまして、上の方にですね光を取れる窓をつけているので、割とこう上からですねこの階段を舐める光が入ってくるというのが結構綺麗なのかなっていうふうに思ってですね、その光っていうのを玄関入ってきた時に見えるアイストップとしてですね、この玄関が今ここにあるという感じですね。で、この玄関入ったところのこの階段ですね、この階段というのはですね、吹き抜けみたいになるので扱い注意がとても必要です。使い方間違えると冬寒いし、夏はもうなかなかこう涼しくならないみたいなことになるんですけど、使い方をしっかりきちっとやってあげるとですね、この階段だったり吹き抜けがあることによって2階もあったかいし夏も涼しいという状況が作ることが可能となってきます。では次はですね、ダイニングの方をご案内させていただきます。こちらがダイニングキッチンのスペースになります。それほど大きくはないんですけども、実はですねこのダイニングなんですけども、一つ特徴がありまして、ぜひこちらちょっと入ってきていただいて、こちらをご覧ください。はい、こちらのダイニングキッチンはですね、このダイニングが外のウッドデッキとつながるというような構成になっています。ご飯を食べながらですね外の景色を眺めるっていうのは本当に豊かなことだなっていうふうに思っています。そして夕日の家のですねダイニングスペースというのは少しちょっと特徴がありまして、この窓がですね全てこう全開できるようになっています。で、そうすることによって
より外とのつながりっていうのが増してくるんですけども、実はですねこのダイニングスペースって今ここすごい小さいんですね。だいたい面積でこの廊下の付近まで入れてですね、だいたい4畳半ぐらいのスペースになるんですけども、ダイニングスペースが小さい、そして外とつながっていくっていうことでですね、外のデッキと家の中のダイニングっていうところの距離がすごい縮まってきます。でそうすると距離が近いっていう状況の中で外とつながることによってですね、よりこのダイニングスペースっていうのが外化していくんですよ。でこれがもっと広いスペースだともっと距離が空いてくるので、家の中はちょっと広いんですけども、外とのつながりっていった時に少し弱くなってくるっていうようなこともあります。なので今度は部屋が広い時にはこの開口をもっと広く取った方がいいし、小さい時は小さいように取った方がいいしっていう、だから広ければ広いほどいいとか大きければ大きいほどいいっていうよりは、バランスになってくるのかなと思います。じゃあこれからですねこの窓を開けてみます。こんな感じですね。いかがでしょうか。窓はですね外と中をいかにしてつなげていくかっていうことを考えていましたので、天井もですね室内から外に向かってまっすぐにつながっていくようなそんな仕様となっています。で壁もですね、なるべく平らにというところで、設計してるんですけども、この扉が当たるですねこの戸当たりと言われるところはやっぱり木が入っていないとどうしてもこの壁材が割れてきたりとかっていうふうにしてしまいますので、ここには木が入っています。いかがでしょうか。外とのつながりということなんですが、あんまり広すぎない空間が外とつながるっていうのも、部屋が小さいからこそ大きくないからこそですね守られ感っていうところがそこに存在して、でそこと開放的な外っていうところがうまくリンクすることで守られながらの開放感っていうのが実現していくわけですね。なので気が抜けるというかそういった空間の抜けっていうんですかね、なんかそういったものって家の中にあるとすごい豊かになるなというふうに思っています。でそして今そこからですね見ていただきますと、外には木々が見えるかと思うんですけど、その今見えてる木々というのはこの家が新築した時に植えた木ですね。でこの正面にあるのはシマトネリコになるんですけども、この木はもうこの軒の最初下ぐらいだったんですけど、10年ぐらいでこういった大きさになっています。で1年に1回ぐらいですね植木屋さんに来てもらって消毒と剪定っていうのをやってもらって、この状態っていうのを維持しているというような感じになります。でこの木が育ってくれたおかげでですね、この実はこっち側っていうのは今このシマトネリコがあって、その後ろにはまた目隠しになるような木があるんですけど、この木の向こう側に実は月決めの駐車場があります。だけど月決めのこの駐車場っていうのがこの木が育ってくれることによってですねあんまり見えなくなってるんですよ。なので植物っていうのは最初ちょっとスカスカしてしまうところもあるんですけど、最初のちょっと 2,3 年4年ぐらいちょっとなんとか我慢してくれることによってですね、外と中っていうのを分けるプライバシーを守ってくれるようなですね、そんな役目を果たしてくれます。住宅街であっても森の中みたいな雰囲気をですね演出するのに植物なんかあるとすごく便利なんじゃないかなっていうふうに思います。こちらの窓にはですねいくつかの種類の扉が収まっています。まずはじめにですね、こちらは網戸になります。こちらがですね西側という方位に向かって開いている関係で、西からの光を遮るために格子状になっています。そして格子の間に網が入っているという網戸になります。そして一番手前の扉をですね引くと、ここにはですね障子が入っています。こちらがカーテン代わりの障子になります。そして真ん中にあるのがガラスの扉になります。こちらの建具は全て製作で作っております。
ではじゃあこちらのデッキへどうぞ。ここですね、デッキ、これ大きさでいうとどのぐらいですかね。4畳ぐらいですかね。4畳5畳4畳5畳ぐらいのデッキスペースになります。で、ここにベンチが置いてあります。でこのベンチにですね座りまして、で普段はですねここにキャンプ用のテーブルとかが置いてあったりするんですけど、このキャンプ用のこのテーブルを置いてですね、ここで夏場なんかは家族みんなでご飯っていうのがこの家でよく見られる光景になります。2日から3日に1回ぐらいですかね、ここでよくご飯を食べてます。で実はこの近くにですね電気外部コンセントがありまして、そこでコンセントを挿して卓上の IH プレートを出してですね、そこでフライパンを乗っけてもらってお肉を焼いて食べるだけっていう、手間いらずで外でご飯が食べれる、最高なんじゃないかなと思いますね。外でご飯食べるのにじゃあバーベキューやろう、炭を起こそう、もちろん楽しいし、ここでもそういった炭を起こしてってやるんですけども、もう少し気軽に外でご飯が食べれた方がですね、せっかくデッキなんかを作るんであれば日常的にですね使えるデッキになってきますので、ぜひですねウッドデッキなんかを作る時は、どうしたらそういうふうにですね日常的に使えるようなウッドデッキって出来上がっていくのかなっていうことを考えながら作っていただいてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。いや、ここの雰囲気がですねすごい良くて、ここに座って向こう山の方が見えるんですけども、山を眺めたりとか庭の木々を見ているとですね、ほっとするわけですよね。でここでちょっとご飯を食べたり、朝はここで新聞読んだり本を読んだりですね、そういう時間は人の心を豊かにしてくれるなと私は思いますね。なので住まいっていうのは自分の気持ちがやっぱりリセットされるような場所であってほしいなと思うんですよね。家の外に出ればですね、いろいろ仕事だったりさまざまな活動によって、いいこともあればストレスを感じるようなこともあって、それというのは家の外だけじゃなくて中でもあったりすることも当然あるのかと思うんですけども、そんなですね時にはちょっと自分のお気に入りの居場所で一息つく、そんなことがですね家の中にあることによって家って豊かになっていくんじゃないかなっていうふうに思います。では中の方行きましょう。次はキッチンをご紹介させていただきます。こちらはキッチンになっていまして、キッチンは全て造作で作っております。なのでこのキッチンの面材だったりこの取っ手の色ですねと室内の扉と取っ手の木の種類っていうのが統一されています。これはそんな特別な話ではないんですが、デザインとしてそういうふうにしています。キッチンの長さはですね、これでだいたい3m50センチぐらいになります。割と大きめですね。このキッチンの特徴としましてはこの天板がステンレスでできているんですが、ここをですね実はちょっとくぼみを作っています。でくぼみを作ることによって、水が外に行かないっていう状況になります。でここに斜めの勾配がついているので、ここで水を出した時に水がこっちに流れていってくれる、外に行かないっていう状況になりますので、ここで水を使ったものですね、野菜を洗ったり魚の血を洗ったりですね、あと粉物をこねてここで全部洗ってしまおうとかっていう時にこういった段差っていうのがすごい便利になってきます。そしてこの手元っていうのはですね、普段この照明っていうのはやっぱり暖色のこういう色がいいなっていうふうに思うんですけど、キッチンっていうのはどうしても作業する場所になりますので、これだけではやりづらいという方も多いわけですね。なのでそんな時にはですね、この手元だけでも白い光があるとすごく作業の効率が変わってきます。ではちょっと照明をつけてみます。この照明がつくとですね、またちょっとこの作業の場っていうのがやりやすくなってきますので、作業する時は白いこういう光を入れたい、でも基本的には暖色系がいいという時にはですね、こういうふうな立ち上がりを作っていただいて、この手元だけ、白い光にするっていうのも一つの方法だと思います。そして、こちらは換気扇ですね。この換気扇は割とシンプルで綺麗で、ここにフードが出てこないのですごくおすすめだったりするんですけども、この換気扇はガスコンロには使えなくてですね、 IH クッキングヒーターの場合はこの換気扇が使えていきます。ガスの場合ですね、上に煙が行くので上昇気流も上に出来上がってしまってですね、この下の方にあってもちゃんと排気してくれないんですけども、 IH クッキングヒーターの場合はここの
鍋の上しか蒸気が出てこないので、周りの空気を温めることがないので上昇気流があまりできないんですね。なので割と低い位置にあった方がむしろ効率的だったりするので、こういうのを使ったりします。これはじゃあ実際そのモーターがどこにあるかっていうとですね、換気扇のファンがですね、実は外壁側にあります。なのでそこには一つのボックスっていうポストみたいなボックスが出てくるので、外観特に気にしたい道路側とかですね、そういうふうに見えてくるような場所にそのボックスが出てくるときは衣装を注意した方がいいのかなというふうに思います。この裏には今度パントリーがありますので、こちらをご案内させていただきます。こちらが、パントリーですね。奥様が仕事のことをしたりとか、あとは細々したものでですね、文房具とか書類とかそういったものを収納する場所になっています。このパントリーの先にはですね、洗面所につながっています。こちらが、洗面ですね。洗面はですね、こちらは木の、板をちょっと実験的に使ってみました。水回り木ちょっと怖いななんていう方もいらっしゃるので実験的に使ってみたんですが、10年経つんですけど全然大丈夫ですね。いい雰囲気で、洗面なんでね、よく洋服なんかもちょっと脱いでなんてことも当然あるかと思うんですけども、この手触りが木になるっていうのはですね、すごいあったかみがありますし、すごくおすすめです。ただ木をですね、水回りに使う場合はこの塗料っていうところが注意しないといけないポイントになります。塗料をですね、間違えずにしっかりしたものを使ってあげれば、10年経ってもこんな感じです。当然10年経つんで経年してですね、色が変わったりとか少し黒くなるようなところが出てきたりはするんですけども、許せる範囲なんじゃないかなと思っています。なのでそういったことがそれほど気にならないっていう方にはですね、こういったものもおすすめかなと思います。そしてこちらがお風呂ですね。お風呂はですね、ハーフユニットというものになっています。ハーフユニットというのはその名の通りなんですけど、ハーフ、どこがハーフなのかというとですね、下半分ですね、下半分がユニットバスになっていて、そこから下から半分から上はですね、在来工法っていうんですけども、在来というのは、造作して作っていくものをですね、在来って呼んだりするんですが、出来合いのものではなく現場で形にしていってるものということになります。でこちらの場合だと下がユニットバスになっていて、その下から上がですね、タイルで仕上げています。行ってみましょう。でこちらがですね、お風呂のベストポジションになります。何がベストポジションかと言いますと、これを開けることによって風ですね。風がもうとにかく気持ちがいいですよね。あったかいお風呂に浸かりながら風を浴びる、こんな贅沢があるのでしょうか。そしてここは家です。ということは車を運転する必要もない。ここに台がある。ここに置かれるものはそうビールですね。ビールを飲みながら、風に当たりながら、あったかいお湯に浸かりながら、そしてもっと肩まで入ることによってこの窓からは空が見えています。そこに満月なんかが上がってきた日にはですね、こう思うわけですよ。私はこんなに幸せでいいのかと。いいんです。あなたは幸せでいいんです。皆さん、自分の家で幸せをどれだけ感じることができるか。この幸せを感じることができる数が多ければ多いほど、その家はいい家だと言えるんじゃないでしょうか。大きい家がいい家とは限りません。どれだけ幸せを感じることができるか、豊かさを感じることができるか、それが家の価値であってほしいなと私は心から願っています。でこちらにもですね、外につながる扉があります。であちらにもあるので、ここがぐるぐるとですね回遊できるような感じになります。これが先ほどありましたベンチですね。ここですね。この見てください。この景色です。この庭の緑、奥にある山、そしてその先にある空、雲、このですね景色を眺めながら、風を浴びながら、ゆっくりしながらですね、何かを食べると何でも美味しいですね。カップラーメンとかも美味しいですね。朝のコーヒーの一杯もですね、やっぱりこんな景色を眺めながら飲むコーヒーの一杯と、隣の家を眺めながら飲むコーヒーの一杯、
同じ味なわけがない。どれだけ家が大きくてもですね、隣の家を眺めながら飲むコーヒー、僕はそんなコーヒー飲みたくないです。だったら家が小さくなってでも庭を作って、その庭とつながるこんなスペースでですね、飲む一杯、そっちを選択したいなと思いますね。でもそれは好みなので、人それぞれですから、皆様はどっちがよろしいでしょうか。庭を眺めながらコーヒーを飲みたい、そんな方はお待ちしてます。次回はリビングを中心に落ち着きある空間をご紹介させていただきます。参考になったという方はぜひ高評価、コメント、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこれから家を建てるけどこんなことを聞いてみたいなどございましたら、コメント欄や概要文の URL にお問い合わせください。次回もまたお会いしましょう。